彗星のごとく世に出た希代の英雄織田信長はまさに疾風陣雷怒涛と化し、炎と燃えて天下統一への道をひた走ったのである。尾張のほぼ中心が清須である。この城には織田宗家の彦五郎信友が今は落ちぶれ果てた守護職柴吉宗を置いて勢力を盛り返そうと狙っていたが、信長による清須城焼き討ちは反信長派の怒りをますます募らせた。信長敗着、弟信行擁立の動きは急速に高まっていった。お待ち申し上げておりました。わしは年からあまり急いだので息が切れた。大殿、しばらく。なんだ権六、後にできぬようか。火急のことにございます。また家督のことか。殿の決裁がござりまするゆえ、重臣一同連盟の建白書をしたためましたればお目通しくだされますよう。その連盟のほかに添え状もございます。分かっている。清須の彦五郎であろうが勝家、その方らこの意見書を入れてわしが基地方針を拝借すると言い渡せば、あれは素直にはいと引き下がる男と思うてか。これは妙なことを仰せられます。大殿の仰せとなれば家中の者が決していなやは言わせません。ほほう、見事いなやを言わさぬ自信があるか。わしの目からはそうたやすくいくとは思えんぞ。あれにはあれの優れたところがあるでの。だが家臣一同の意志とあらば考えねばなるまい。もし考えて信長は切らねばならんという答えが出たら、その時にはその方一人で切ってくれるか。いやいや、それとこれとは別でござります。よし、考えておくゆえ下がれ。こなた、基地方針が今でも怖いか。はい、あのお方のお目が恐ろしゅうございます。いつも虹が宿っていて、夜でもらんらんと青く燃えて光っております。そうか。あの権六めも一人では怖いらしい。そのはずじゃ。この信秀もだんだんとあのけだものが怖くなってきた。まあ、大殿まで。あれは波の虎ではない。権六などが寄ってたかって家督を譲れ譲るななどと申しても、あの虎には痛くも痒くもないらしい。家督は勘十郎に譲ると申したら、ああそうですかと平気で答えるやつじゃ。では、まこと拝借なされたら。まあその時は勘十郎も権六も吉法師の刃に倒れていくかもしれんの。まあ、そんな。それでは信行様がおかわいそう。と言っても人にはそれぞれ持って生まれた運というものがある。どうやらあいつの星の方がみんなのよりかはるかに強いらしい。ではどう遊ばしたらよろしいのでござります。どんなにご家中の反対があっても、やはりご家督は信長様にお譲りになるのでござりまするか。譲るか、それとも殺すかだ。貴公子、何事じゃ無作法な。
笑うな。用があるならなぜここへ入ってこんのじゃ。俺は忙しいからの。立ち寄ってのうのうとはしておられんが、気をつけたがいいぞ。何？岸に向かって何たる口の利きようだ。口の利きようなど意味さえ通じればそれでよい。よいかの親父殿、びっくりさっしゃるな。明日攻めてくるからの。俺はそれを知らせに来たのだ。待て三郎。誰が攻めてまいるんじゃ。なんだ、わしがついておる怯えることはない。でも今はっきりと明日攻めてくるとおっしゃりました。誰が攻めてくるというのか。決まっております。信長様がご自身でこのお城へ攻めてくるのでござりましょう。たわけたこと。拉致もない。いつものはったりだ。でもどう遊ばすおつもりでござります。殿、ご家督のことは。それはまだ思案中じゃ。欲しいと言えばやる気でおるのに、あやつなかなかそれを言わん。言わぬゆえわしも思案せねばならん。翌日は9月9日、菊香る重陽の節句であった。しかしこの日、尾張全土を揺るがす異変が突発した。滝尾の場合なればご容赦。敵がこの城に押し寄せてござります。何？その敵とは飯津君の誰ぞ。まさか吉法師様では。騒ぐな。寄せ来るは清須の織田彦五郎信友殿、兵は一戦。彦五郎だと？はい、吉宗殿ともども龍泉寺川を渡りましてござります。吉宗殿もか。はあ、勘十郎を呼べ。柴田佐久間もだ。承知。すぐにのろしを上げよう。新蔵、その方は直ちに名古屋へ走り吉法師に鍵を告げよう。はあ。室殿、立ち具足じゃ。殿、己彦五郎。もし殿、どう遊ばされました。殿、吉法師、吉法師よ。吉法師様を呼ぶのでござりまするか。殿、殿、殿、お起きなされ。さあ、菊酒を差し上げまする。またそのようなあられもない。捨ておけ。こうして頬杖ついて眺めているとお脳がきれいに見えるのじゃ。嘘ばっかり。嘘ではない。
俺が見た女の中で一番美しい。これは外の形だけではない。おのおは生きているからじゃ。まあ死んだ者が口を聞きますか。これともおよしなされ。これとも申し上げます。なんじゃ出し抜きに。古渡りの五味新蔵殿、火急にお目通り願いたいと。若殿、一大事。お殿、末森城の岩室殿のもとにあるところへ清洲城の彦五郎様、守兵一千を率いて攻め寄せてまいります。そうか。それはご苦労なことだ。直ちに急を若殿に告げよとの大殿の仰せ。殿、すぐにご出陣の筆を。おの、この菊酒を二人にも飲ませてやれ。今日は重陽の節句だからな。殿、俺は節句に戦はせん。なんと仰せられた。では若殿は大殿様を見殺しになさると仰せられまするか。竹村、はこの信長はな、こうしてここに横になっていても家中のことは見通しじゃ。それゆえ親父殿には昨日のうちに攻めてくるものがあっても決して驚くには当たらぬとちゃんと知らせておいた。これはしたり。敵が不意に押し寄せても驚くに当たらんとは何のことでございまする。常に兵を養うはこうした場合に備えるためでなくては。与左衛門、その方近頃平手のじいに似てきたぞ。おの、早く二人についてやれ。うるさくてたまらぬわ。殿、もう少し細かく解いておやりなさりませ。殿のご胸中こなたたちでは計られまい。ご器量が違うゆえなあ。仰せの通りご器量が違います。違いまするとも。それゆえ我らは一大事を前にして酒など飲んではおられません。まだほざくか。新蔵。はい。昨日親父殿のもとへ柴田権六がまかり出て容談したであろう。は、それは確かに。それはな、この信長を拝着し勘十郎信行に家督を譲れと豪談したのだ。ところが親父殿は今日まで考えさせよと言った。さすがに親父殿は権六連れより目が見えるからの。しかしそれと今日の敵襲と何の関わりが。せくなというのだ。関わりないことをこの信長が口にするか。権六めらはな、もう一芝居打っておくべきだと考えたのだ。それが今日の彦五郎出兵よ。と仰せられるとこれは末森城のご家老衆と打ち合わせてあるのでございます。知れたこと、双方なあなあの猿芝居。つまり信行に家督を譲らねばこのような騒動になる。いかにいかにと親父殿に詰め寄るための下仕事。なるほど。そう言われればそのような節が。あったであろう。頃合いを見計らって引き上げるわ。奴らもいわば節句の腹ごなしに出向いたまでよ。おう、勝家殿。かねてからの約束通りこの辺りで引き返していただきたい。おう、では信秀は勘十郎に家督を譲ることを承諾なされたか。ご承諾なさるもなさらぬも殿はたった今見まかられた。は？なんと。おらいさんにはちとせふる。控えろ新蔵。これはご家老様。殿、一大事に相なりました。来るやつも来るやつも一大事か。一大事がそうたびたびあってたまるものか。落ち着けじ。殿、驚きあそばされますな。大殿、ただいまご他界にござりまする。親父殿が。はい、
清洲城の彦五郎様兵を率いて清盛城に迫られました。お殿はおっとり刀で駆けつけようとしてそのままご発病。そっちゅうか。はい、今のご壮麗したいことせねばならぬこと山ほどござりました。家中は二つに割れ、恐れながら信長が信行かと争っている最中、大殿のご胸中を察しますると、このじいは腹渡をかきむしられる思いでござりまする。そうか。やはり豪主強引で命を削り取られたか。バカな親父だ。殿、お言葉が。過ぎるものか。こうなることを案じたればこそ、俺があれこれ嫌がらせをしたに少しも答えようとはしなかった。今日のこととて俺がわざわざ驚くには当たらぬと知らせておいたに、おっとり刀で二日酔いで呆れたたわけだ、親父めは。大殿にはこれもご定命でござりましょう。それゆえ悲嘆にくれてばかりはおられません。悲嘆になどくれるものか。バカな親父と笑うだけじゃ。殿、分かっておる。こなたは控えておれ。殿、後のことが大事でござりまする。ご遺体は直ちに古渡りの本城に移し、その前に一同揃うたところで殿に厳しくご挨拶願わしゅう存じまする。今ここで家中の者に動揺されては、それこそ収拾のつかん混乱となりましょう。分かっておる。葬儀の指図はそっちたちでやれ。早すぎまする。何を言うへたばりおって。へたばったのは馬の方でござる。それが負け惜しみだ。いやしかしいい汗をかきました。遠乗りとは実に気分爽快です。よし、爽快になったところで皆に告げておく。我が家の親父殿は今日昼前ぽっくりあの世へ旅立った。見ろ、これが親父の残した終わりだ。天文20年、豪遊をもってなる尾張の覇者織田信秀が急死した。残された子は12男13女。まさに戦っては産ませ、産ませては戦う生涯であった。だがその尾張に至る所に争いの火種がくすぶっている。数日後、信秀の建立した古渡城下の万象寺で葬儀が執り行われた。若殿はまだお見えになりませんな。いや、もうお見えでござろう。総領のお身でありながらご遺体に告別一つせぬおつもりであろうか。これでは街道中の笑われ者になりましょうぞ。平手殿、ご貴殿がそばにいてお連れすればよかったのじゃ。お見えにならねば信行様からご焼香を始めていただくより他はござるまい。いや、今しばらくきっと参られるゆえ。ではご焼香をどうぞ。
ご焼香をどうぞ。不参ゆえ信行様にと皆に告げるより他ありますまい。もう猶予はなりませんぞ。逃げられたか。急ぎこれへ。若殿じゃ。若殿が逃げられたぞ。若殿、若殿、なんというお姿じゃ。ではなんと正気の沙汰ではござらぬ。しかり若殿は乱心召された。平田殿か。止められい。殿。お平次。林佐渡。はは。大義である。柴田権六。信長のこの振る舞いは葬儀が終わると俄然家中の大問題になった。その処遇をめぐって重臣たちの表情が重ねられた。しかし誰が信長に引導を渡すかじゃ。平手殿にそれとなく頼んでみて。いや、あの年寄りは責任を感じて自ら謹慎中じゃ。ここは一つ柴田殿にお任せするしかあるまい。え？いや、それは困る。どうやって猫の首に鈴をつけるか、家中騒然たる中で初七日を迎えた。ご老師様にお願いがござりまする。上総介殿を呼び寄せ、ご老師様から家督ご遠慮のことお申し聞かせいただけませぬか。何と言われる。家中の憎しみが上総介殿一人に集まっておるのでござりまする。一族相争うて命を失うようなことになってはあまりにも哀れでござりまする。いや、母の御勢としては無理からぬご心配とは思うが、わしの目にはそうは映らん。そうは映らぬと仰せられますと。織田家は安泰でござるよ。いや、万一信行殿が跡目をなされたならいざ知らず、信長殿がおわす限り誰も手出しは相なるまい。ではご老師様、上総介殿はうつけではないと仰せられまするか。うつけどころか不正室の短絡、我らさえ近づきがたい無頼の気泡、必ず乱世に事をなす麒麟児と見抜いてござる。まあ、父の位牌に子を投げつける乱暴をごろぜられても。いや、そのことでござるよ。天地を飲んで仏に対し、あの盛んな気迫で進む者に小さな陰謀の刃など立つものではござらん。見ていられませ。ことによると天下人の器かもしれませんぞ。
しかもそのお子は誰のお子でもない御前の腹を痛められたお子。家中の者の言葉などに心を動かされず、母の御前としてはただひたすら上総介殿を信じておやりなされ。殿のご様子いかがでござる？相変わらずご家老の謹慎もまるで気になされてはおらぬようじゃ。やはりの。家中の空気はいよいよ険悪だというのにまるで意に介しておられん。お命を狙われるかもしれませんぞ。家中であれほどのお方を殺しうる者がどうしてござろう。しかしこのままでは殿のお立場がますます悪くなるは火を見るよりも明らか。責められるべきはこの平手正秀。甘やかしすぎたのかもしれん。いずれ差し違えるつもりで還元せねば相なるまい。その折にはそれがしも一命を投げ打って。いや何、お主はもともと美濃からの客人、そんな真似はさせられん。いやなんのわし一人で十分じゃ。うつけの一人や二人解き伏せられなくて生涯の過去に。ほう、じいは元気か？はい、思いのほか血色がよく、殿のおそばを離れて悠々自適の暮らしぶりのせいでございましょうか。皮肉を申すな。いずれ差し違えるつもりで殿をおいさめ申すと。そう抜かしたか、じいめ。はい。そういえば甲斐の武田信玄な。何のお話でございます？あれを平手のじいめが日本一の武将だと褒めて武田の定め書きを俺に見せた。ご参考になりましたか？いや、事の末々まであのように法で決められては人間息が詰まってしまう。日本一とは言い難いが、まずこの信長の侍大将ぐらいは務まる男であろう。平手殿にそうおっしゃったのでござりますか？ああ、そう言ったらじいめカンカンになって怒りおったわ。すると能の父のマムシなどまだ問題でござりませぬな。そうとも、松永壇上やこなたの親父殿はせいぜい信長の代官ぐらいのところであろう。では平手正秀殿は？これは俺が懐刀だ。天下を取ったらそうさのじいには2、3カ国やらずばなるまい。それはそうと俺がこのような人物評をしたらじいめこう抜かした。まるで三つ子がひげを生やしたようなことを仰せられると。俺はひげの生えた三つ子だそうな。大きな三つ子。申し上げます。申し上げます。なんだ陣座、慌てくさって。申し上げまする。聞いておるわ。早く申せ。何がどうした？父正秀、我が今にて見事割腹し、果てましてございまする。何？死が死んだと。まさかそれがしはつい宣告。村松様が帰られた後、室内に子を焚き込めて見事腹十字に。我ら兄弟発見いたしました時はすでに事切れておりました。血が死んだ。しまった。
まかり通るぞ。お召し物に違う。はぐめ寄るな。平手殿は覚悟をなされていたのだ。そしてこのわしに謎をかけた。それも気づかずにこの愚か者めが陣左衛門。はあ。じいのこと細かく話せ。はい。村松様が帰られてからそれがしを呼んで茶の湯を振る舞うてくれました。それからいつもより機嫌がよく、この障子を開けさせ庭を眺め鳥の声に耳を傾け、それからわしは今まで小さなことを考えすぎていたなどと妙なことを言い出してござります。小さなこと。それから季節はわしが招かずともやってくる。花、鳥、これでよいのだと謎のようなことを申し、あとは書き物があるからというのでそれがしは退出いたしました。何書き物をしていたの。陣左衛門、その書いたものをこれへ持て。そればかりは。どうした。何分精神錯乱の果てにしたためましたものでござりますれば。何、じいが乱心したというのか。はい。黙れ。城中では見事腹を切ったとはっきり申した。教師した者が見事か。じいの衣装を俺には見せてはならぬと思案した。たわけ者め、持て。はっ。たびたびの還元を用いなきこと正秀が身の不祥、よって腹かき切って自害いたし候ものなり。哀れ拙者が死を幾ばくたりとも不憫におぼし召し候ば、次にしたためおき候上々一箇条なりとお持ちくだされたく。お持ちくださるにおいては草葉の陰にてありがたき幸せに存じ奉り候。異様なるご行走、必ずやめさせられること。なお茶筅つぶりは物洗いの種に相、袴なしの多行は無論のこと、お裸などはもってのほか。尾張一国の嘆きはこのことにござそう。じいめはこの信長にもう一人で歩けというのか。じいが生きていてはそれに頼って俺の歩みが遅うなると思うならば、なぜ生きていてもっと強くなれと言わなかったのだ。一概今のへじいこの世でたった一人俺が味方だったじいめ、
これが信長が地位に備える水じゃ。なめじい、松子の水じゃ、美穂の水じゃ。なめ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 。じいのバカめ、信長がないつかじいの名前のついた寺を建ててくるのだ。それまで地獄へ落ちており、大バカめ。織田信秀の死に続いて平手正秀自害の知らせもいち早く美濃の斎藤道三のもとに届けられた。正秀までが信長のうつけに愛想を尽かして腹を切った。平手は計算の立つ男だ。目の黒いうちに信長が首打たれるのを見たくなかったのかの。そのようなことで人一人が死ぬるものでござりましょうか。死ぬると武士の意地恥辱。しかし平手までが見放しおったあの大うつけにそなたの産んだ姫御前はころりと騙されおった。まあそれはあなたの姫でもござりませぬか。もう少し利口な娘だとは思っていたが信長が日本一の大将の器だと書いて聞くさった。では濃姫の目は誤っていると仰せられまするので。知れたことよ。よいか、日本一の大将があっちにもこっちにもゴロゴロしていてたまるか。よし、今年は戦に出るぞ。肩のこりほぐしにな。尾張を攻めるのでございまするか。わざわざ娘をやっておいて他人に奪われることもあるまい。殿、猪子兵助様にござりまする。まあこれお手配通り万事運びましてござりまする。そうか。尾張の大うつけ富田まで出てくると申した。間違いないか。はい、あの分では当稲葉山城までお越しくだされと言ってものこのこと出てきたかもしれません。そこまでわしを信用したのか。それがうつけの証拠だ。尾張の婿殿とお会いなさりまするので。うん、そうだ、富田の正徳寺でな。まさかおびき出して戦をなさるのでは。戦というものは総じて相手に隙ありと思うたその時に所嫌わずやるものよ。よって相手に乗じられる隙を構えてみせぬのが武士の心得。何がそのようにおかしいのでございます。いや正秀が生きておったらあの大うつけを富田まではよこすまいと思うたらおかしゅうだった。案じるな。信長が初めから恐れ入って尾張を渡すと申したら殺しはせん。陽介、親方様。奥の手前あからさまには言わなんだが分かっておるな。鈍い。
聖徳寺では信長暗殺の手はずを整えておけ。よいな。いよいよマムシ殿にお会いなさるそうで。誰に聞いた？匂いでわかりまする。で、マムシ殿を討ち取る手立ては抜かりなくできましたか？まるで他人のようなことを言うの。マムシの子はいつも親とは他人でござりまする。親の腹を食い破り、親を殺してこの世に出てくるのがマムシの子ゆえ。するとこなたはこの信長に親殺しをせよというのか？殿はなるほど噂通りのうつけにござりまするな。なんじゃと？マムシの親子は食うか食われるか。親殺しをしなければ向こうが子殺しをするとは思われませぬか？おう、俺に聖徳寺へ出向くなと言いたいのか？はい。このノート、ここでこうしてもう一度話したかったらおやめくだされませ。これはおかしい。脳が俺の身を案じてくる。脳が俺に惚れ腐った。惚れましたとも。そう申したら聖徳寺行きはお取りやめくだされまするな。それはやめる。それとこれとは話が違う。では無事にお戻りなされる自信があるのでござりまするか？おお、あるとも。もう平手のじいがおらんからな。この信長も大手を振って歩き出してみせねばならん。舅に会うて相手の度肝を抜き、美濃のマムシも歯の立たぬ男という看板をかけたら家中の騒ぎは収まったも同然じゃ。そううまく参りましょうか。行かなかったら二度とお能に会わぬまで。次、実の父信秀に続き育ての父とも言うべき平手正秀を失った信長は今新たな目で天下を見つめている。次、半月後にはもう一人の父マムシの斎藤道三との対面が決まった。いかなる秘策をもってこの怪物を凌駕すべきか。信長の闘志はいやが上にも燃え上がる。